予想以上のボリュームで、水着とスンドゥブになります。やばい。うまっ。牛ももって何グラム？60度8グラムです。肉丼メインのお店なんですけど、それの4種の肉丼とか、それに使う豚バラです。マスもあるんで。バナデ君ってものメインに出てくる。80って半分に切るけ。あ、そうなんです。そのままはい、よろしいです。まあうちその福井含めたら8店舗です。でこれからも出店予定あるんで、まあ、全部で一応10ぐらいになりそうですね。多分これと一緒だ。肉まんでやつ。はい、肉まん麺にやってる。80とでちょうど30の時に30で親父がちょっと離れてるんですけど、70の時に一応事業承継というかさせてもらったっていうか、もう社員パート合わせてになりますけど100人ちょうど100人ぐらいですね。お客さんってどんな人が多いですか？そうですね、まあ、男性が多くて、年齢層でいうと3、40代ですかね。昼はやっぱりサラリーマンの方とか、結構現場系の方が結構来られてて、で夜はもう学生さん中心で来てもらってます。土日だと家族連れのお客様とか結構見られますね。大事にしたけど、はい、やっぱりまあ、料理は当たり前に美味しくなきゃいけないと思うんですけど、お客さんが店入った時の雰囲気というか、そういうのはまず大事にしてますね、会社全体として。私は結構コスパを重視した結構メニューになってるんですけど、まあ、メニュー見た時もそうですし、実際に出てきた時もすごい驚かれるようなメニュー構成というかメニュー作りは意識してますね。ご飯は一応地元のお米の百万石っていうのを使わせてもらって、粒が大きくてお客さんからは喜んでもらってます。大根ブックス
元気よく、はい仕事しましょう。はいはい。はい。それでは本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってよ。中3つで。はい。かしこまりました。で、そうしましたらお名前と電話番号をお願いします。どうぞいらっしゃいませ。1名様ですか？
しゃいませ。オールスターです。ライス何グラムですか？ライスは400グラムぐらい。わチューです。オールスター丼。オールスター丼です。オールスター丼でございます。ボリュームたっぷりだと思うんですけど、食べられていかがですか？美味しかったです。すごいお肉の質も良くてボリューム高くて美味しかったです。お待たせしました。お先スープからお待ちしますね。よかったら紙エプロンご利用されますか？お願いします。さあ今2つともご用意しますね。すいません。よっ。さあ肉丼のセットでございます。はい。いたします。はい。ございます。紙エプロンどうぞ。はい。いたします。はい、ありがとうございます。どうもおはようございます。
せませ。お願いします。いらっしゃいませ。今日は、肉三昧食べました。いろんなお肉乗ってて美味しかったです。自分は肉丼とスンプドゥセットですかね。あったかいんで寒い日にちょうどいいなって感じですね。はい。オッケー。ありがとうございます。お客様。はい。インスタグラムで見てあげてきました。いや、予想以上のボリュームでめっちゃ美味しくて来てよかったなと思ってます。お願いします。お客様です。お待たせいたしました。肉丼と冷麺セットのお客様。はい、すみません。失礼します。ご協力すみません。どうぞ。ありがとうございます。ステーキとネギ塩牛タン丼のお客様。失礼します。マスターサガリステーキとカルビ丼です。はい、失礼します。入れるよ。ここにいらっしゃいませ。真面目にやっとるから。
これライス何グラムですか？来450グラム。これダイヤ。はい、行きます。ございます。ございます。出してないですし、自分で安くで夏にした後に。お願いします。で、ぎ丼の大盛りのお客様、はい、で、中盛りを先に。はい。ぎ丼のご飯大で、私社会人だから、そうです。まかないになります。自分作った市場ってなんじゃないですか。失礼します。お待たせしました。年収牛タン丼住んでるのお客様。はい、いたします。ありがとうございます。普通三社にいるのお客様。はい、いたします。入れます。お待たせしました。カリフォルニアだしご飯の台で住んでるのでいたします。
やばい。前からもそういう保育も返してないし、その前も返してないし。お待たせしました。肉丼と牛すじ2定食です。肉丼と一食スンドゥブ定食です。はい。大変すぐにお越しください。お願いします。はい。やば。肉丼セットになります。おいしいかな。超美味しそうじゃん。味噌牛タン丼とスンドゥブになります。じゃあ奥の方から失礼します。やばい。やばいね。やばいね。じゃあこちらでお揃いですか？はい、ありがとうございます。ございます。じゃあごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。初めて食べた。うまっ。どうぞ。はい、ありがとうございます。もう食べた。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ようこはい。カツオのせチーズオムカレー。はい。もしカツうどんです。はい、カツカレーうどんね。はい、ありがとうございます。大事なベンチです。で、お見せしたいなっていうのはあったんで、最後はもうお見せしたいですっていうので2件ぐらい修行させていただいてっていう感じですね。目いっぱいまで入れます。お店の名前の由来とかって聞いていいですか？大丈夫ですよ、コロナの時期っていうのもあったんで、笑うこともすらなんかダメだったんですよ。あの時期って声を発するなとかだったんで、やっぱあははっていう店名を言うだけで、ね、自然と笑ってしまうっていうのと、あ、母の味だっていう、本当なんか家庭料理みたいな感じでお家に帰ってくるみたいなお店がいいなって思ってたんで、あ、母の味だっていうのと、あははっていう
笑い声と1年経ってやっぱよっちゃんよっちゃんってみんな親しんでくれるんで、じゃあより分かりやすくっていうのでサブタイトルみたいなのでよっちゃん食堂っていう何があるか分かりやすいかなと思って食堂の方がっていうので高めに。はい、うちオムライスとかは鶏じゃなくてチャーシュー入るんで。夜のおつまみとか。地元のものとかちょっと使いたいなっていうのがあって、麺も地元の麺使わせていただいてるんで、豚はもううちすごいこだわってて、やっぱいろいろ試食したんですけど能登豚は外せなかったです。お塩もだから能登の方のお塩を使わせていただいて、これは能登豚のチャーシューです。オムライスのそうです。オムライスケチャップだけでちょっと酸味強いんで、うちの息子ら2人もオムライスが嫌い、ケチャップが嫌いで、でも主婦って本当オムライスってお助けメニューなんですよね。だからどうしてもなんか嫌いなものを好きにさせたくてっていうのがあって、ちょっとケチャップの酸味が嫌やっていうことなんで酸味消して、でいろいろちょっと配合させていただいてます。ポンってそのまま入れてるんですけど、後で取り出します。長男は家具職人なんで、うちのベンチとかこういうこの木工製品っていうのは全部長男に作ってもらってます。本当家族にみんな支えてもらって好きなことさせてもらってるって感じで。イワシにウルメにサバ。小鉢用ですね。これは切り干し大根、ランチとかセットとかにつくんで、小鉢は全部手作りでしてます。ポテサラです。ランチに小鉢つくんで、はい、そこランチとか、ご飯セット、うどんセットっていうのがあるんで、もちろん小鉢でもお出しします。
ポテサラ人気なんで、スタッフとかもすぐまかないで食べたいって言うけどなくなったりしてます。高野豆腐苦手な方って多くて、その方もなんかここのは好きだって言ってもらえるんで、もちもちします。これが人気な煮物です。このままやとちょっとね、パサついて食べにくい。カツのサムライスがすごい出ますね。あとはもうカレー飯みたいなのがあるんですけど、それもよく出ますね。カレー系、チーズオムカレー。なんせカツがよく出ます。いろんなものにカツをみんな乗せて召し上がってくれる感じなんで。炙りチーズカレー飯。チーズ炙るとすごい人気が出るんですよ。ごめん、逆に恥ずかしかった。すいません。さっきこっちしますね。時間。ベースです。メニューってめちゃくちゃ多いんですけど、何種類ぐらい？わかんないです。どうぞ見てみて。なんかお客さんにこれしてあれしてって言われてる間に、コロナですね。やっぱりお客様っていうか、ここにも人が通ってないから、来ないものに対してどう頑張ればいいのかっていうのが、ほんで1年目っていうこともあって実績もないんで、何がダメなのかも分かんないし、なんかあれ以上のどん底はもうないかなと思えば、本当お客さん来てくれることのありがたみがもう今までのその飲食経験の時以上に。柔らかすぎて持つのも大変なんですよ。玉ねぎ中華そばスープにしてます。白だし、だしでするんですけど、これラード入れてあります。ここのカレーうどんが食べたいってなるように、もう中毒性のあるラー油もそうなんですけど、ラー油とカレーうどんは中毒性のある味付けに
楽しみたいなっていうのがやっぱりメインにあるんで、私も楽しみ、スタッフも楽しんでくれて、お客さんも楽しんでくれてっていうのが母かなって。混ぜそば、混ぜうどんとかにとんかつ入れるんで。
おかか作ったりとか。匂いそれがもううどんに入ったりとか、あらゆるところに入ってる。ありがとうございます。カレーが欲しいますね。カツのせはパックしてんかな。はい、カツのせチーズオムカレー。はい、かけるわそのまんま。はい、チーズオムカレーね。あ、ランチ入れていい？ランチあった？カツのせチーズオムカレー美味しいです。あらららら。ランチであったかい、わざとこの冷たいやつをあったかいのに変えたり、いろいろしてくれるから、ラー油ご飯が最高。うどんのやつか、どっちや？ご飯のやつ。ご飯ね。肉ダメのお野菜あんまり好きじゃない方の。お待たせしました。お皿と薄いのでお使ってください。
レーラーメン。いつもは、うどん関係食べるんですけど、今日はちょっと気分変えてカレーにしました。はい、すごく美味しかったです。ご飯も美味しくて、うどんもつるつるに、なのですごくおすすめだと思ってます。わかめ塗るか。はい。これあっちで卵を探す。オーダーお願いします。生姜焼き定食一つお願いします。いらっしゃいませ、ようこそ。ありがとうございます。お待ちしてます。お好きなお席どうぞ。いらっしゃいませ。定食出るわ。先行っていい？結構来られるんですか、こちらのお店って。大体毎日。美味しいよ。いや、2個分です。ありがとうございます。いらっしゃいませ、ようこそ。好きなお席どうぞ。オムライスです。はい、はい、ありがとうございます。白でオムライスになります。ゆっくりどうぞ。はい、お待たせいたしました。ランチになります。ごゆっくりどうぞ。2回目なんであんまり十分にわからないんですけど、なんか家庭の味に近いなと思って。中行く。はい。はい、失礼します。エプロンご入り用ですか？あ、いいです。はい。ごゆっくりどうぞ。失礼します。はい、手前すいません。失礼します。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ。いらっしゃいませ。じゃあそのまま冷やしの。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。
ラー油少なめね。はい、ありがとうございます。で全部揃ったかな。はい。下冷やしラー油なんです。ラー油の方少ないのでまた足りないように冷ましてください。ありがとうございます。お気をつけて。はい、頑張らかまぼこだけ。はい、お願いします。はい、お待たせいたしました。卵と牛丼になります。はい、どうぞ。それだけ取らせてください。普通のやつで。半分こする。ウインナーにして。はい、お願いします。こちらはまあオープン当初からまあ知ってるので、まあオープンして1年も経ってとても嬉しいと思います。うどん屋さんとかにはない雰囲気っていうかなんだろう、ファミリー的な対応っていう形で、意外に喋りやすくだしカウンター多いですね。はい、お待たせいたしました。カツカレーうどんになります。それなら顔出し OK やね。いらっしゃいませ。はい。はい、テーブル一番さんです。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。カレーうどんです。はい。おろしカツうどんです。すいません、お待たせしました。カツうまそうやね。美味しそうなんだよね。
カツカレーうどんね。ありがとうございます。で、こちら紙袋をお使いください。はい、冷やし担々麺です。カウンターさんやね。全部あるかな、そっち。あったかいおろしかつうどんと、カレーうどん2。ありがとうございます。よっちゃんこれタンタンってさ、これごま？ごま。ごまか。ごまの味が強いよね。まずごまの味が強いよね。そうそうそう。で、そっからラー油が来る感じや。うちは何でもラー油なんで、何でもラー油ね、したがる。ラー油よく使うよね。そう、ラー油推しなんで。ね、ガンガン来るなと思って。ガンガン来るなと思って。じゃあありがとう。めっちゃ美味しかったです。綺麗でした。なんかもうすごい綺麗でした。冷やしラー油うどんです。はい、お待たせいたしました。冷やしラー油うどんになります。これいいですか？はい。お待たせいたしました。カツのせオムライスになります。ありがとうございます。お待ちしております。はい。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。カツのせオムライスになります。はい。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました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 。はい。はい、ありがとうござ
お箸ぐらい変えようかな。じゃあここだけちょっといつも通りじゃなくしようか。そう、いつもなんか自分はこんな感じで。いただきます。今後の目標、もうみんなが楽しんでもらえればいいなって思ってます。私もやし、お客さんもやし、従業員もやし、こうやって関わってくれる人、すべての人々が楽しいなって思える時間を過ごせる空間にしたいなって思ってます。美味しいですね。変わらずうまい。豚と鶏ですね、魚介系のスープを合わせて最後に仕上げる。丼用と、あと油そばが全部刻みなんで油そば用です。1日忙しいと15キロから20キロぐらい。サラリーマンが多いですね。お一人さんが結構多いです。夜になると学生さんとか若い団体さんとかも増えるんですけど、厚く切っても食感硬くならないように最初に炊いちゃうんですけど、まあまあ柔らかめに炊いて、で出す直前でもう一回切って焼いて。これが完成品の煮詰めてない状態のスープ。
りがとうございます。はい、どうぞ。味噌漬けです。はい。はい。お世話になります。こちらつけ中2セットですからお待ちください。はいよ。失礼します。つけ中と温玉です。つけ代プラス100円です。ありがとうございます。油とチャードンです。こちら好きなので。卵丼です。はい、すいません。結構きますよ。今日美味しいですね。お願いします。失礼します。油ときわびとチーズの方。はい。食べるか。これは。
揚げ丼です。変わらずうまい。味が濃い。うわ、チャーシューが好きなの。ああ、なるほど。お願いします。冷めたらごめんなさい。
今日でも全然少ない方ですよ。チャーシューを乗ったの。はい、そうです。鉄板もう一枚じゃん。あれで、あれだ。下の冷蔵庫入ってるっすよ。はい。失礼します。現地です。込みって夜されることが多いですか？今日はネギとか、今日は餃子とか、夜ですね。昼は大体ほらランチタイムで忙しいから、昼はほとんどやらないです。もともと出身が熊本。熊本です。そうです。何年ぐらい？もうだいぶ経ちますよ。もう20年近くあります。酒かす。
噌2種類です。お店ってなんかやられたきっかけみたいなのってあるんですか？本当に私このお店やる前に普通のラーメン屋さんで普通にアルバイトしてたんですよ。その流れでその時任せられとっていろんなことをやってたんですよ。だから今やっとるようなことを。このお店も熊本ラーメン？違います。本当にそこは北海道のラーメンでなんかチェーン店だったんですけど、1、2年ぐらいのなんか約束だったんですけど、その店長さんが知り合いだったからちょっと手伝って言って、1、2年ぐらいかな思ったら10年で結局じゃあ自分でやろうかな。でまあやるなら地元の、そうそう、どうせならね、その時熊本ラーメンって本当になかったから、まあ今もはないですけどね、あんまり。で混ぜながら沸騰してきて混ぜながらで終わりって感じです。塩です。餃子は人気ですか？結構出てます。はい。
タイになります。完成です。つかめそう、大丈夫。ほら。ごめんなさい。はい。ご飯炊かしといてください。はい。豚骨と黒。ここは。失礼します。お待ちどうさまです。思ったよりあっさりして美味しいです。もらった。お、ありがとうございます。100円です。豚骨鍋の大盛りと以上です。はい。大盛りと普通盛りです。器熱いんで気をつけてください。間失礼します。器熱いんで気をつけてください。と思います。以上がそれです。熊本ラーメンっていうのは初めてです。初めてですね。美味しいですね。美味しいです。どうぞ。
あっちから行ってください。あっちから。失礼します。はい、このものから持ってきました。からお願いします。ご飯待って。お待ちください。すみません。はい、豚骨ラーメン。はい、豚骨ラーメン。はい。はい、豚骨ラーメンとネギチャーシュー丼。はい、おにぎりです。失礼します。すみません。お肉の麺最後よろしくお願いします。ネギ丼待つ。お味噌。初めて食べる。友達に聞いて、豚骨ラーメン自体が少ないんで、この辺めちゃくちゃうまいですね。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。いらっしゃいませ。お好きな席どうぞ。とんかつが1個なり。あっちやっといてください。1個のりです。あ、1個のり。
どうぞ。はい。あと明太子が出るようになりましたら持ってくださいね。ありがとうございました。出ますよ。一つ、パンタ6番のお客様、替え玉です。あと餃子待ちで。餃子待ち。はい、餃子待ち。アイス待ちですね。はい、アイス待ち、アイス待ち。すみません。どうでした？美味しかっどうですか。ここにしかない味。美味しい。美味しいよね。ここにしかない。お待たせしました。名前の由来もっと教えてもらってそうですね。私の名前がに「か」がつくんですよ。下の名前で純粋な豚骨ラーメンを作ってるっていうのでかすみです。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。どうも、またお願いします。おばさんたちとか、それから自転車乗る人たちが別にレストラン使わないんだけど休みたいっていう方、ここ無料開放です。子どもさんたちやお孫さんたちが帰ってこれないような町をなんとかしたいと。で非常にこの町も2000人ぐらいしかもういらっしゃらないんですよ。そういう町に、少しずつ明かりを灯して最終的には子どもさんやお孫さんが
帰ってこれる街になればいいなということです。で日本にはこういう街がたくさんあるらしいので、まあ一つの礎になればなと。大学入る前にイタリアンレストランでシェフやってたんですよ。一般のお客さんやこっち町を訪れられるお客様や特に地元の方が気軽に入れるようなお店、まあラーメン屋はラーメン屋なんですが、ただのラーメン屋ではなくて皆さんやらないようなラーメンね。ですからまあ言ってみりゃ洋風ラーメンだけどパスタ風ラーメンという形。粉はデュラムというスパゲティを作るためのセモリナ粉ってやつの細かいやつを使ってあります。だけど作り方製法はラーメンの作り方で乾水も入れてあると。了解了解。日本っていうか多分セット。了解了解。それを了解。あ、ここ関係使ってみよう。服部さんとは前同じ職場にいて、そこで一緒に仕事させてもらってたというつながりです。何でも首突っ込んで勉強する人ですね。
辛くない方がいい。まあまあ。もらった。はい。取るのか。味だとか感想を聞かせてくださいね。今日初日の実は最初のお客さんなんで。しっかり作られていると思います。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。コーヒーダメなんだけど、なんか代わりにお茶かな。味っぽくないですかね。大丈夫です。
プラス足はい振り出す振り出すそっちでしょあ、出したよ。とても美味しいですね以前手料理も食べさせてもらってるんで。じゃなくてもいい。すぐ作ります。はい。じゃあね。はい。はい。